Google 翻訳で要所 PDF を1冊丸ごと無料で翻訳します。ただ300ページ以下や 10MB 以下の制限があります。なので PDF を分割、翻訳、結合していきます。また Google 翻訳は頻繁にアップデートされてるようで、目新しい画像翻訳とドキュメント翻訳をやっていきます。画像と PDF を用意したので順番に翻訳していきます。画像は英語圏でよく見かけるミームで試しています。画像から文字起こしすることを光学文字認識、OCR オプティカルキャラクターリコグニションと言います。テキストをコピーで翻訳文をコピーできます。翻訳をダウンロードで翻訳画像をダウンロードできます。複雑な背景でも綺麗に背景色で塗りつぶしてから翻訳文を書いてくれます。翻訳を共有するときにおすすめです。ドキュメント翻訳です。 PDF は英語の無料版ダンジョン&ドラゴンズルールブックを用意しました。複雑に配置された英語の文章と画像があります。画像の中の文章は翻訳されないようです。11MB なので分割する必要があります。 PDF を分割したり結合したりできるフリーソフトの PDF サムベーシックをダウンロードしに行きます。概要欄にダウンロード先のリンクを貼っておきます。メニューの PDF サムベーシックからダウンロード、クッキーを取得しているという表示は了解します。下へスクロールしていきポータブル版をダウンロードします。これで PDF の分割、結合、ページ入れ替えができます。次は PDF を圧縮してサイズを小さくするソフトの PDF サムビジュアルですがダウンロードしなくて大丈夫です。15日の使用期間しか使えないのと、ウェブサービスの PDF 圧縮で代用できるからです。なぜこれを紹介するのかというと、文章だけの PDF を圧縮したとき、一番ファイルサイズを小さくできたからです。PDF サムビジュアルからダウンロード&プライセス、ポータブルアーカイブ64ビットをダウンロードします。デスクトップに7ジップを使って解凍します。まずは PDF サムベーシックを解凍します。次に PDF サムビジュアルを解凍しますが、トップにフォルダがないため右クリックからフォルダを作成して解凍します。ここから PDF サムベーシックを使っていきます。 PDF サムバッチファイルから起動します。バッチファイルはマインクラフトと同じで Java が使用するメモリの設定などをしていました。ランタイムフォルダの中に Java があったのでこれだけで動作すると思います。起動します。使用する機能はサイズで分割、結合を使用します。サイズで分割のサイズは 5MB から 6MB ぐらいがいいです。理由は 10MB で Google 翻訳をするとタイムアウトエラーで翻訳できないことが多かったです。 OCR もしているのかもしれないです。次は PDF をドラッグ&ドロップで読み込みます。枠線の中にドロップします。実行をクリックすると PDF と同じ場所に分割されます。上書きされないので上書きをクリックします。2つに分割されましたね。次の分割は300ページごとに分割してくれます。N ページごとに分割を選択します。次に枠線の中に300を入力します。先ほどと同じように PDF をドラッグ&ドロップして実行で分割されます。もう分割してあるので Google 翻訳のページに戻ります。 PDF をフォルダの中にまとめました。先頭の数字が開始ページですね。翻訳に時間がかかるので失敗しないように言語の確認をします。カットします。176ページで1分33秒かかりました。かなり早いですね。翻訳後はファイルサイズが大きくなります。続けて残りの PDF も翻訳します。カットします。4ページで15秒かかりました。多分スタートに時間がかかるのだと思います。次に翻訳した2つの PDF を結合して元に戻します。PDF サム
ベーシックの画面に戻り、結合を選びます。翻訳した PDF を枠線内にドラッグ&ドロップします。ページの順番が正しい位置になるように、対象の PDF を選んで上に移動や下に移動で調整します。この時出力先ファイルの名前を付けないとデフォルトネームになってしまいます。なので元の PDF の名前をコピペします。枠線内のファイル名にペーストします。PDF を出力してから名前変更の方が簡単かもしれないです。実行をクリックして結合します。どのように翻訳されたのか見てみます。画像はそのままで文章が置き換わっています。目次も翻訳されています。レイアウトが維持されているので読めますね。次は PDF サムビジュアルで PDF を圧縮してファイルサイズを小さくします。ここだけ録画し直しで起動画面はこんな感じです。下へスクロールしてコンプレスをクリックします。そうするとドラッグ&ドロップの画面になります。翻訳してファイルサイズの大きくなった PDF で試します。ここで設定できます。Google 翻訳しました。設定はそのままです。保存先を指定しないとセーブできないです。とりあえずデスクトップに保存します。セーブで圧縮して保存します。180ページで40秒かかりました。ファイルサイズは 15MB が 12MB に圧縮されました。画像が多いようであまり減らなかったです。次は PDF 圧縮できるウェブサービスの iLovePDF をやっていきます。Adobe も無料でできましたが3回まででした。ここに PDF をドラッグ&ドロップします。概要欄にリンクを貼っておきます。上の最も高い圧縮率を選択しました。PDF 圧縮をクリックします。念のため確認しましたが、アップロードした PDF は2時間で削除されるそうです。180ページで10秒かかりました。サイズが 15MB から 4MB とかなり小さくなっています。PDF の中身がどうなっているかを確認します。タイトルの画像が粗い感じになっています。それ以外の文章は読めるので問題なさそうです。PDF 圧縮前のタイトルを見てみます。Google 翻訳を利用すればお手持ちの要所や英語のマニュアル、英語のソフトの説明など様々な場面で役に立ちます。また Google の AI が進歩しているおかげで翻訳サイトの DeepL にも負けない性能になっています。ここまで見てくれてありがとう。